こんにちは。フォトグラファーの稲田大樹です。マニュアル撮影の設定について調べたり解説動画を見たりすると、シャッタースピード、絞り、ISO 感度の設定でそれぞれ何がどう変わるかっていう役割については分かってきますよね。しかし実際撮るときに何をどう優先させてどういう流れで設定して撮ればいいのかよく分からないっていう人も多いのではないでしょうか。今回はその設定の決め方や優先する項目の考え方を解説しようと思います。最終的な目的は自分が納得する写真を撮るということではあるのですが、まずなるべく画質がいい写真を撮るという意識を持っていただきたいです。なぜなら画質がいい写真は場面に合わせた設定で撮ることである程度再現できる再現性があるからです。おしゃれな写真やセンスが抜群の写真にもロジックがあってある程度の再現性はあるんですけれども、とはいえなかなか真似できない難易度だったりしますよね。初心者のうちから再現性の低いものを追い求めるのも悪いとは思わないんですけれども、着実に上手くなるためには再現性の高いことを練習するのも良いのではないかと思います。なのでこの動画では画質がいい綺麗な状態の写真を撮るということを目標にした設定の優先順位と考え方を解説していきます。具体的な説明の前にこの動画での画質がいい写真というものを定義しておきます。1、ブレてない。2、主題にピントが合っている。3、高感度ノイズがないもしくは少ない。4、適正露出であり白飛びや黒つぶれがない。この4つの要素を実現できることを目指して設定を考えていきます。明るい日中から見てみましょう。ベース感度が ISO100 のカメラとします。まず ISO は100のまま、次に絞りぼかして撮りたいと思います。 F1.2 だと白飛びしてしまうのでシャッタースピードを速くします。基本的には露出系が0からプラス1になるくらいがちょうどいいかと思います。撮影するとこうなります。背景がボケてますね。次は絞りを F11 まで絞って被写界深度を深くした場合です。真っ暗なのでシャッタースピードを遅くして明るさを調整します。露出系では少しアンダーですがほぼ適正露出ですね。撮ると今度は画面全体にピントが合っています。明るさは同じですが絞りとシャッタースピードの調整によって表現が変わるのが分かりますね。この時手持ちで撮る場合はシャッタースピードが20分の1秒なので手ぶれの心配があります。今度は手ぶれしないシャッタースピードまで速くしてみます。しかしこれだと暗いですよね。シャッタースピードと絞りは一旦決まったので ISO を上げます。 ISO800 はノイズが心配な気がちょっとしますね。400まで1段下げます。代わりに絞りを F11 から1段明るくして F8 に。それでも若干暗いのでシャッタースピードを3分の1段遅くして100分の1秒に。これで露光系が0に来ました。このように基本設定3つを使って表現したいことと明るさのバランスをとっていくのがマニュアル設定での撮影です。次に真っ暗な夜、三脚を使って撮る場合の設定をしてみます。 ISO はベース感度の100。暗いので絞り開放から始めてシャッタースピードで明るさを調整していきます。露光系はマイナスですが奥の街灯が白飛びしそうなので4秒でとどめておきます。マイナス2段で撮った写真がこちらです。シャッタースピードにまだ余裕があるので F 値を絞ってみます。シャッタースピードを上げていき30秒まで遅くします。さすがにまだ暗いですね。露光系がマイナス3なので絞りを少し開けてみます。これでマイナス2です。先ほどマイナス2で若干暗かったので ISO 感度を1段上げマイナス1にしてみます。露光系マイナス1段がこちら。明るくなり被写界深度が深くなっています。ここで三脚が使えず手持ちで撮らないといけない場合を考えてみます。普通は手持ちで30秒間微動だにしないなんてできないですよね。仮に頑張って30分の1秒ならなんとか手持ちでブレさせずに撮れるとしましょう。次は絞りを開放にします。それでもまだまだ暗いのでノイズを覚悟して ISO を上げていきます。 ISO12800 でようやくマイナス1ですね。これで手持ちで撮ることができました。ただし絞り開放がもっと暗い例えば F2.8 のレンズだと2段ほど暗くなるので同じ明るさにしようとすると ISO54200 を超えてしまいノイズが増えてしまいます。
このようにマニュアル撮影時の設定は基本的に ISO 感度、絞り、シャッタースピード、絞り、ISO 感度という順番で決めていくんですけれども、撮りたい写真によって優先度が異なるため、その都度パズルのようにどの部分を優先したり犠牲にしたりするかを選択して決めます。撮影対象によってはあらかじめ設定がある程度決まっているものがあります。例えば動きの速い鳥を静止して撮るときは、鳥はものすごい速度で羽ばたくので約2000分の1秒のシャッタースピードが必要だったりします。走っている子供を撮るときは500分の1秒から1000分の1秒もあれば十分でしょう。このように動くものを静止させたいときはある程度シャッタースピードの目安が決まっているので、前半を省略してシャッタースピード、絞り、ISO 感度という順番で決めることができます。先ほど三脚を使ったり手持ちで撮る夜の風景についてお話ししました。夜景は動きませんね。しかし夜に動く被写体を撮るときはどうでしょう。例えば祇園祭の暴れ観音、夜ですが容赦なくおみこしがわっしょいされます。こちらは妖怪が大行列で練り歩く一条百鬼夜行、行列なのでもちろん妖怪は動き続けます。こういった夜に動く被写体を撮るときは撮影条件がより厳しくなります。まずこの暴れ観音、F 値は開放でシャッタースピードは被写体ブレしないギリギリを攻めて160分の1秒。あとは ISO 感度です。 ISO 感度は夜の撮影では思い切って上げましょう。こうなりました。シャッタースピード160分の1秒 F2.8 で ISO4000 です。明るさを確保して後でノイズリダクション処理をしています。一条百鬼夜行も同じ考え方で F 値は開放 F2 でシャッタースピードは200分の1秒。暗い商店街での撮影なので ISO は8000まで上げました。 ISO 感度は低いに越したことないのは間違いないんですけれども、 ISO 感度を低くすることを優先するあまり露出がアンダーになってしまうとよくありません。ロー現像で明るくすることはもちろんできるんですけども、実は 1,2 段低感度でアンダーにとって後から明るくするのと ISO 感度を上げて明るく撮っておくのとではノイズの量はほぼ変わりません。それどころか後処理で3段とか4段明るくすると ISO を上げて明るく撮っておいた写真よりも偽色などのノイズが多くなってしまいます。特にシャドウ部分が顕著ですね。ISO 感度を下げようとするあまり真っ暗になってしまうよりも、思い切って ISO 感度を上げて撮っておく方が仕上がりが綺麗になります。なので暗いところで動く被写体を撮るときは思い切って ISO 感度を上げて撮ることをお勧めします。このようにいろいろなパターンごとにある程度設定が決まっていたりするので、慣れてくるとこれを撮るときはこの設定だなとパッと決められたりします。なので少しずつでもマニュアル設定で練習してみることをお勧めします。